皆さん、こんにちは。ひなです。いつもポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストでは、主に JLPT N1 から N2 レベルの学習者の方に向けて、日本語で様々なテーマについてお話ししています。トランスクリプトはパトレオンでダウンロードできますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。私個人の話になるんですが、最近私の周りでは結婚ラッシュが続いています。今年だけでも7組ほど結婚する予定なんです。しかもただの知り合いではなくて、本当に親しい友人や昔から付き合いのある人ばかりなんですよ。そのため最近の私を悩ませているのが、お祝いを何にするかという問題です。友人が結婚すること自体は本当に嬉しいことだし、お祝いしたいという気持ちが山々なんですが、プレゼントに何をあげるべきかを考えるのは本当に難しいですよね。日本では以前のように大規模な結婚式を挙げる人は少しずつ減ってきていて、家族だけの小さな式にしたり、食事会だけにしたり、あるいは写真だけ撮ったりする人も増えています。結婚式をしない場合には、ご祝儀の代わりにプレゼントを贈ることも多いんですが、そこで毎回悩むんですよね。なので今日はプレゼントとお返しの価値観というテーマでお話ししたいと思います。皆さんの国ではお祝い事の時に現金を渡しますか？それとも物を贈りますか？相手が本当に欲しいものを買えるように現金を渡すのが一番合理的だという考えもありますし、相手のために悩みながら選ぶ時間そのものに価値があるんだから、やはり物を送るべきだという考え方もありますよね。実用性を重視するのか、それとも気持ちを重視するのか、どちらにも納得できる部分があるからこそ、多くの人が悩むんではないかと思います。まず、現金を送る最大のメリットは合理性だと思います。受け取った人は自分が今最も必要としているものを自由に選ぶことができます。好みに合わないものをもらって困ることもありませんし、無駄になる可能性も低いですよね。しかし、その一方で問題もあります。それはいくら渡すのが最適なのかという問題です。日本には結婚式のご祝儀やお葬式のお香典にはある程度の相場があります。しかし、友人同士のプレゼントとなると、その基準は曖昧になります。さらに、日本には昔からお返しの文化が根付いています。そのため、高価すぎるプレゼントを受け取ると、自分も同じくらいのものを返さなければいけないのではないかと感じる人も少なくありません。つまり、プレゼントというのは安すぎても失礼ですが、高すぎても相手に負担を与えてしまう可能性があるんです。では、物を送る場合はどうでしょうか？物を送る最大のメリットは、気持ちが伝わりやすいことだと思います。自分のために時間を使って選んでくれた。自分の好みを理解しようとしてくれた。そう感じることができるからこそ、単なるもの以上の価値を持つのではないかと思います。ところが、送る側の立場になると別の悩みが出てきます。相手の趣味に合わなかったらどうしよう。すでに持っているかもしれない。使わずにしまうことになって邪魔になったらどうしよう。そんなことを考え始めると、なかなか決められなくなってしまいます。また、文化によってプレゼントの意味も異なりますよね。ある国では縁起がいいとされるものが、別の国では不吉な意味を持つこともあります。そう考えると、プレゼント選びというのは想像以上に難しいものなのかもしれません。実は私自身も最近、このプレゼントとお返しに対する考え方が大きく変わる出来事がありました。それまでの私は何かをもらったら同じくらいの価値のもので返さなければならないと考えていました。しかし、ある外国人の友人のご家族と出会ったことで、
その考え方が変わったんです。そのご家族は本当に温かい方々で、会うたびにたくさんのプレゼントをくださるんですね。しかも、どれも決して安いものではありませんでした。お家に招いていただいては、毎回のように豪華な料理をご馳走してくださいました。もちろん感謝の気持ちはありました。しかし、それと同時に私は同じだけのお返しができないという申し訳なさも感じていたんですね。そのご家族は経済的にも余裕があって、とてもおしゃれな方々でした。だからこそ私が無理をして高価なものを選んだところで、本当に喜んでもらえるとは思えませんでした。では、私にできることは何だろうと考え続けた結果、たどり着いた答えが料理でした。そのご家族は日本食が好きだと話していたことを思い出したんです。そこで私は日本から持ってきた調味料を使って日本の家庭料理を作ることにしました。すると予想以上に喜んでくださったんですね。日本人が作る本当の家庭料理なんてなかなか食べられないと言いながら何度もおかわりしてくれて本当に嬉しそうな表情を見せてくれました。その時私は初めて気づいたんです。お返しというのは必ずしも同じ金額のものを返すことではない。相手が何を求めているかを考えて自分にできる形で答えることこそが本当のお返しなのではないかということです。そしてこれはプレゼントを選ぶ際にも同じことが言えると思います。確かに現金は合理的です。相手は自分の好きなものを自由に買うことができます。しかし一方で自分のことを覚えていてくれた。自分のために時間を使ってくれたという事実そのものにお金では買えない気持ちがあるのではないかと思います。プレゼントの価値は値札に書かれた金額だけでは測れません。相手を思い浮かべながら選んだ時間や喜んでくれる姿を想像した気持ち、そしてその人の役に立ちたいと思う心に大きな価値があるんだと思います。今回の経験を通して私は数字だけにとらわれるのではなく、相手が本当に喜ぶものは何だろうと考えることの大切さを改めて学びました。これからも自分なりの方法で相手に寄り添いながらプレゼントを選んでいきたいなと思っています。皆さんは今回の話を聞いてどう思いましたか？皆さんの国には日本のようなお返しの文化がありますか？また、金額では測れないけど、本当に嬉しかったプレゼントの思い出があれば、ぜひコメントで教えてください。では、今日はここまでにします。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。さよなら。